6台の車を丸ごと積み上げて運ぶ車。固まる前のコンクリートを回しながら届ける車。走りながら高速道路のゴミを吸い上げる車。この3台は道路の上で私たちの暮らしを支えるために働いています。荷台を変形させて上に3台、下に3台の車を積み込む全長17メートル、重さ14トンのカーキャリア。9.2 トンの生コンクリートを固まる前に届けるコンクリートミキサー車。そしてペットボトル4000本分、8000リットルの水で道路を洗う散水車と路面清掃車。今日は道路を支えるプロたちの知られざる全仕事をお見せします。まだチャンネル登録をしていない皆さんはぜひ登録してくださいね。新しい動画が出たらすぐにお知らせします。面白かったと思ったらいいねとハイプもお願いします。それではスタートです。一度にたくさんの乗用車を運ぶことができるカーキャリア。力持ちで大きいすごい車だよ。自動車をどうやって乗せるのか今日は教えちゃうよ。乗り物大好きなみんなはチャンネル登録してね。ハロー、僕の名前はポポ。よろしくね。今日の乗り物ワンダーはカーキャリアだよ。あらポポ、今日はどこに向かってるの？今日はカーキャリアを見に行くんだ。楽しみだな。それはよかったわね。おお、わあ、車がいっぱいだ。ポポ、ここは工場で作った自動車を置いておくモータープールっていう場所よ。でもここにカーキャリアはいないな。普通の車ばかりだし。ポポ、後ろを見て。わあ！これがたくさんの自動車を乗せて運ぶことができるカーキャリアよ。ポポ、このカーキャリアの大きさはおよそ17メートル、重さはなんと14トン。アフリカゾウのオス2頭分の重さがあるのよ。これがカーキャリアか。こんにちは。あれ、後ろの方に鉄橋みたいなものがついてるよ。この後ろの部分はトレーラーといって、ここにたくさんの自動車を乗せることができるの。どうやって車を乗せるんだろう。今日は車を乗せるところを見せてくれるわよ。やったー、楽しみ。今日のカーキャリアには何台の車が乗るの？今日はね、上に3台、下に3台、合計6台。6台もすごいな。まずはトレーラーの後ろから車が乗れるように金属の橋を架けるのよ。そして上の段に車を乗せるために上段フロアを下げるのよ。さあポポ、1台目の車が乗るわよ。うわー、1台目は後ろ向きで入れるんだ。すごい狭いところを後ろ向きで入れるなんてすごいな。
そしてポポ、2台目は前向きに入れるのよ。3台目はまた後ろ向きに交互に乗せていくんだね。こうしてタイヤを動かなくさせれば、カーキャリアが走っても車がずれないのよ。上の段に3台乗せたらキャリアを上げて、今度は下の段に車を積むのよ。すごい、下段フロアがまっすぐになった。こうやってまっすぐにして下の段に車を乗せるのよ。あれ、下の段の1台目は前向きで入れてるよ。どうして？ポポ見て、上の車と下の車の前後が逆の方が隙間なく積み込めてるでしょ。本当だ、考えて車を積んでいるんだね。さあポポ、次は下の段の2台目よ。あれ、まっすぐなキャリアをまた下に下げちゃったよ。なんで？それはねポポ、2台目もまた隙間なく車を積むためにキャリアを下げたのよ。見ていて。うわー、危ない、ぶつかるよ。すごい、ギリギリまで隙間なく積み込んでいる。3台目もギリギリまで詰めて積み込むの。そして車の下にフックをかけて固定するのよ。最後に上の段と下の段の隙間をなくしたら積み込み完了。すごい考えられて積み込まれているんだね。でも自動車は自分で走れるのに、どうして運んでもらうのかな？いい質問ね。ここでクイズよ。自動車は自分で走れるのに、なぜカーキャリアで車を運ぶんでしょうか。1、作りたてで遠くまで走れない。2、道路を走れない。3、1台ずつだと迷子になる。ではみんなも10秒考えてね。わかったかな？正解は2の道路を走れないでした。ポポ、乗っている自動車をよく見て。みんな自動車にはナンバーがついていないでしょ。本当だ、よく見たらナンバープレートがついていないや。そう、ナンバープレートがついていないから普通の道路は走っちゃいけないの。なるほど、だからカーキャリアが必要なんだね。ちなみに自動車を1台ずつ運ぶと、運転手さんの数もお金もたくさんかかってしまうでしょ。確かに、いっぺんに何台も運んだ方が便利だもんね。カーキャリアってすごいね。お仕事頑張ってね。バイバイ。今日の乗り物ワンダーはカーキャリアでした。それじゃあまたね。バイバイ。道路や橋を作るコンクリートを運ぶ車、コンクリートミキサー車の秘密を探るよ。乗り物ワンダー。乗り物大好きなみんなはチャンネル登録してね。ハロー、僕の名前はポポ。
よろしくね。今日の乗り物ワンダーはコンクリートミキサー車を紹介するよ。ここがコンクリート工場か。コンクリートミキサー車ってどんな形をしているんだろう。ポポ、こっちよ、こっち。これがコンクリートミキサー車か。でも見た目は普通のトラックみたい。横から見るとこうなってるの。これがコンクリートミキサー車よ。あ、後ろの部分に大きな樽みたいなものがあるよ。しかもぐるぐるずっと回ってるよ。コンクリートミキサー車はこの大きな樽でコンクリートを運んでいるのよ。コンクリートってあのコンクリート？そうよ。ここでクイズ。コンクリートミキサー車が運んでいるコンクリートの材料はセメントと砂利と砂。もう一つは何でしょうか。1、炭酸水。2、お水。3、海水。透明な液だからわかんないよ。ねえ、早く答え教えて。正解は2の水。セメントは水を混ぜることで固まる性質を持っているのよ。いろんなものが混ぜられているんだね。これは何？コンクリートを1日置いたものよ。だいたい1日あればコンクリートは固まるの。音がした。本当に固まっているんだね。コンクリートミキサー車はドラムと呼ばれるこの樽の中にコンクリートを入れて運んでいるのよ。これは車体の上の部分。ホッパっていう入り口にコンクリートを入れるの。すごい。中はこんな感じで回っているんだね。コンクリートが硬くなってしまわないように常にこうやって回しているの。あれ？ドラムが逆回転し始めたよ。コンクリートをドラムの外に出すときは逆回転させるのよ。Helping people when they meet, flashing lights and beeping loud. Everyone gets あ、 out the コンクリ crowd. ートが出てきた。シュートという滑り台みたいな部分からコンクリートを排出するのよ。このコンクリート工場でどのようにコンクリートミキサー車がお仕事をしているか見せてくれるらしいわよ。わあ、楽しみ。それにしてもすごい数のコンクリートミキサー車だ。ここには30台以上のミキサー車がいるのよ。あれ？なんでここに違う車がいるの？これはホイールローダーね。コンクリート工場では運んだ砂利などの材料をベルトコンベヤーに乗せて工場で混ぜてコンクリートミキサー車に入れるの。早速コンクリートの材料をショベルですくっていくわよ。Place to place, sky's the limit in this race. Dump truck rolling to the site, hauling dirt with all its might, building castles
strong. No remote, no working long. No remote, no wonder in the town. ここに入れた砂利はベルトコンベヤーに乗って建物に届けられるのよ。うわー、すごい。 Ambulance right ahead. ポポ、混ぜた材料をミキサー車に積みに行きましょう。Engine zooming fast. Lights are flashing, speed to rest. Getting shiny, we're so loud. 天井から雨が降ってきたよ。もしかして屋根に穴が開いてる？ Makes us safe and keeps 雨じゃないし、屋根に穴も開いてないわ。 fair and rushing through. 暑い時期だけこのシャワーでミキサー車のドラムを冷やしてコンクリートが硬くならないようにしているのよ。 No remote, no wonder, never let us down. I love no remote, no worry, no rejoice. No remote, それじゃあ放出。 we're going, boy. うわー、 Flying up into the sky. このコンクリートミキサー車には合計 9.2 トン分のコンクリートが入るのよ。 Whole day long. こうやって運ばれたコンクリートが高層ビルや橋の材料になるんだね。その通り。 Mighty gets it done. 材料の種類や割合を変えることでコンクリートの強さは変わるのよ。みんなが渡る橋が頑丈じゃなかったら渡った人は落ちてしまうわよね。それだと困るから、特に頑丈なコンクリートを作るときは特別な材料を使っているの。お仕事から帰ってきたら洗車場に行くのよ。この作業員さんは何をしているの？ホッパについたコンクリートを洗い流しているのよ。コンクリートは早めに落としてあげないと固まってしまうから、お仕事の後はこの作業が必要なの。シュートについたコンクリートもきれいに落ちているね。ポポ、コンクリートミキサー車のお仕事は分かったかな？これからは街中のいろんなコンクリートを見るたびにコンクリートミキサー車と運転手さんにありがとうって感謝しなきゃ。いつもお疲れ様です。ありがとうございます。今日の乗り物ワンダーはコンクリートミキサー車でした。みんなも身の回りにどれくらいコンクリートが使われているか探してみてね。それじゃあみんなバイバイ。 No wonder.乗り物大好きなみんなはチャンネル登録してね。ハロー、僕の名前はポポ。よろしくね。今日の乗り物ワンダーは高速道路をきれいにする車だよ。うわー、どの車もすごいスピードだ。やっぱり高速道路はすごいな。高速道路は車がスピードを出すから安全に走れるように道路をきれいにする車がいるのよ。へえ、どんな車がいるの？まず最初に紹介するのはこれ。
路面清掃車よ。これが路面清掃車よパパ。大きさは11メートル、重さはおよそ22トン。ジンベエザメと同じくらいの重さなのよ。路面清掃車は下についているこの2つのブラシで路面にある土砂やゴミなどを掃除する乗り物よ。あー、ブラシが回転しながら横に飛び出てきた。パパ、この装置は土砂やゴミを吸い上げる掃除機のような役目なのよ。ブラシで土砂を巻き込んで掃除機で吸い上げるんだね。すごい！いろんな装置がたくさんあるんだね。より速いスピードで走る高速道路では小さな砂利やゴミがあると危ないので、この路面清掃車が大活躍するのよ。路面清掃車のおかげでいつも道路が綺麗なんだね。次に紹介するのはこれ、散水車よ。散水車の大きさはおよそ11メートル、重さはおよそ22トン。この車もジンベエザメと同じくらいの重さなのよ。散水車は道路にあるホコリや砂を風で飛ばされないようにしたり、トンネルの中の壁を清掃したり、冬場では道路が凍らないように塩水をまいたりと幅広い活躍をするのよ。うわー、すごい！今度は車の体中から水を吹き出し始めたよ。壊れちゃったのかな？大丈夫よパパ。あれだけ水を出してタンクの中に水はどのくらい入っているのかな？散水車のタンクにはなんと8000リットル、2リットルのペットボトル4000本分も入るのよ。8000リットルってすごい量だね。さらに散水車は道路の掃除以外にも火災の時の水源の代わりや災害時の給水車にも使われたりするのよ。散水車っていろんなとこで活躍してるんだね。さあポポ、最後も路面清掃車よ。変わった形をした路面清掃車だね。この路面清掃車は大きさは7メートル、重さはおよそ6トン。象と同じくらいの重さなのよ。ここでクイズよ。レバーに注目してね。作業員さんがレバーを押すと
ゴミはどうなるでしょうか。みんなも10秒考えてみてね。難しいよ。なんだろう。A のゴミが吹き飛ぶかな。なんだろう。わかったかな。正解は B のゴミを吸い取るでした。なんだか掃除機みたいだね。高速道路上には空のペットボトルや荷積み用のゴムなどが落ちていることが多く、小さなゴミを回収するのに活躍するのよ。ポポ、高速道路をきれいにする車のことが分かったかしら。高速道路ではいろんな種類の車が働いてくれているから安心して走れるんだね。いつもありがとう。お仕事頑張ってね。今日の乗り物ワンダーは高速道路をきれいにする車でした。それじゃまたね。バイバイ。今日の乗り物ワンダーいかがでしたか？荷台を変形させて6台の車を隙間なく積み込むカーキャリア。ドラムを回し続けて 9.2 トンの生コンクリートを固めずに届けるコンクリートミキサー車。そして8000リットルの水とブラシで高速道路をきれいにする散水車と路面清掃車。車を運ぶ、街を作る、道路を守る。どれも私たちの暮らしを支えてくれる頼もしい仲間です。最後まで見てくれてありがとうございます。面白かったと思ったらいいねとハイプを押してくださいね。そしてポポをもっと応援してくれる皆さんへ、ワンダー隊員に登録するとポポの特別な壁紙をプレゼントしています。チャンネルページのメンバーになるからぜひ登録してみてくださいね。それではまたお会いしましょう。